こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はピラミッドを5段積み上げました。今は次の建築材集めにダークオークと白樺を伐採しに、ラバと共に遠出しているところです。ちなみにラバと共にという点がポイントです。そもそも点はポイントでしょ。さて、ハサミは鉄製なので消耗が激しいです。使い切るのにわずか238回。葉っぱは一瞬で壊せて楽でいいのですが、事前に何個の鉄を持っていく必要があるのか計算するのがだるかったです。多めに持ち歩けばいいんじゃないの？今回アイテム欄がほんときっついんです。で、5分でもう10スタック以上に。回収はほんと楽です。さて、よいしょっと。と、思ったよりアカシアが近くでゾクッとしました。一歩足りなかったわね。よし、白樺集めはこれで完了です。拠点に確保済みのと含めて原木が17スタックに達しました。雨が降ってきたけどちょうどおねんねタイム、運がいいです。また運の無駄遣いしているし。さて次は屋根上の森を探しに出発です。ラバに騎乗しながらの開拓なのでラグさんの出現頻度が高まるでしょう。それはともかくこんなところに湿地が。今のところ拠点から最も近い湿地かしらね。実はこの時点で湿地をそこそこ意識しています。今後のピラミッド建築計画の、ダークオークと白樺の間の3層分ですが、少し前まで、すでに材料が揃っているこの3ブロックに一度は決めていたんです。しかし、土と粗い土はエンダーマンが抜き取りに来そうなんですよね。それで固形石や固形石レンガが候補に上がってきたわけね。でも鶴を取らずに自然生成のブロックを集める手もあるわよ。ジャングルの神殿とか。そんな手はありません。ならメガタイガは？メガタイガは前人未到の幻のバイオームなんです。ちなみにここで固形石などを使うとしたら、丸石を一つだけ使うレシピのブロックの建築が全部済むんです。つまりまだ積んでない建築材が整理できるのね。さて無事に、ラバでパッカパッカならぬカックカックしながらダークオークの木を見つけました。早速伐採にかかります。現時点でラバのアイテム欄はいっぱいいっぱいで、回収するブロックはダークオークの葉と原木をそれぞれ17スタックです。あらほんとギリギリスペースだったのね。でもこれ、帰り際にエンダーチェストとリードを回収できるの？今3つ持っているダイヤは修理で使い、ハサミは捨てるのでぴったりです。さて斧の耐久ゲージを使い切ったところです。で、修繕コストを見たらびっくり。もうコスト9まで跳ね上がっていました。次がコスト17だからほぼ限界ね。ジャングルの分まで耐久ゲージが持つかしら。持たない方がジャングルが見つかりやすくなるのでちょうどいいです。さて、困りました。やっぱり屋根上の森だとゾンビ出てきますよね。ここでゾンビ肉拾っても持って帰れません。捨てられない病を治療するチャンスじゃないの。まあ放っておくわけにもいかず、覚悟を決めます。うおーミラクル、ドロップしませんでした。でも喜んでいるのは束の間、1分もしないうちにゾンビが現れて結局ゾンビ肉をゲットです。もうチェストに入れておいて後でゾンビ肉のためだけに回収しに来るしかないわね。まあ、先ほどのは冗談です。本当はゾンビ肉に未練なんて全然なくて即座にポイ捨てできたりします。なら今の間は何なのよ。さて、無事に予定のブロックを全部回収し終わりました。拠点に戻ります。その帰りがけ、例の丸石の木の様子を見に村に寄ってみたのですが、丸石周辺の葉っぱは見事に散り終えていました。まあ当然よね。で、改めて見てみるとこれ、丸石の上は砂利ですね。どうやら村の道路の一部が接ぎ木されていたようです。つまり丸石の木じゃなくて道路の木だったわけで、訂正しお詫びいたします。ますますおかしいこと言っているわよ。
さて、村から離れて1分。これだけイカがひしめき合っているのは珍しいです。まあ少し珍しいわね。網ですくってみたくなりますけど、網が実装されてないのが惜しいです。さて拠点周辺に戻ってきましたが、ピラミッドがそびえ立ってて、いい感じです。でもまだデーンというやつ感はないわね。一頑張りしてこないとなりません。さて、建築材の整理が終わりました。やっぱり早く積み上げたいので、ダークオークの上に土や粗い土を積み込んでしまおうかと用意しました。エンダーマンに抜き取られそうだけどいいの？今まで見たエンダーマンの行動では、それほど心配しなくても良さそうな気がします。あと、遠征したばかりなのでまた行くのだるいです。鶴2000以上必要ですから。そっちが本音ね。さてピラミッドを高々と駆け上って。今日の湧き具合は、全然いなくてがっかりです。いた方がいいんだ。でも松明を用意したところでゾンビが現れてくれました。考えてみるともう34層目、ここから24メートル離れていればピラミッドの影から湧くのも通りです。どこまで歩いていくのかしら。多分36メートルかと。まあ詳しい挙動は未だによくわかっていません。さて、それではきつい松明設置作業にかかります。設置始めて半分を過ぎたところですが、やっぱりこの作業おっかないです。落ちたらもう即死するかしらね。すると思います。まあそのため、下にモブがいようといまいと関係なくなった分だけ少し気が楽です。はうー。松明が落ちるの見ると超怖い。うおーまた。意識が松明と共にスーッと落下していくんです。というかやばいです。ミスが止まらなくなってきました。これまでピラミッド建築してて、松明設置に失敗したことなかったのに。ちょっと楽にした方がいいわよ。左手の小指の力を抜いたらどうかしら。それ本当に楽になってしまいます。まあ結局この層で計6本の松明が私の代わりに落ちましたが、私は無事にやり過ごすことができました。今後松明に足向けて眠れないわね。さて、決してラバたちを信じていなかったわけではないのですが、予想通り、ラバたちはおとなしく待っていてくれました。つまり疑っていたのね。さて、ここからはガンガン積んでいきます。そういえばピラミッド東のチェストがようやく空になりました。一周するたびに30スタック近く持ち帰ることができるので、ピラミッド周辺の仮置き場の全撤去の日はそう遠くないはずです。さて、ピラミッド西の仮置き場からも少々持ち帰っていたところですが。そんな高いところも歩くの？今までワープしてこなかっただけだったのね。しばし警戒してたら、ピラミッドを警戒に登ってくる姿が。登る途中のブロックは抜き取られるわね。これは本当にまずいです。やっぱり土や粗い土をこの程度の高さに積むのは厳しいかもしれません。さて、無難に34層目が完成です。ちなみにラバたちはまた逃げていませんでした。そして次のダークオークの原木の層で、ついに砂岩トンネルを削る作業が残り1層だけとなりました。やっと来たわね。次の1層で長かった土木作業が終わるのね。こうなってくると次の層の建築がほんと待ち遠しいです。あ、やっぱ待たないでいいや。おい。いやーすっきりしました。さて、もう慣れてきたというかならされてきたというか、あ、また歩いているなぁという感じです。やっとエンダーマンを受け入れたのね。まあ気になりはしますけど。倒した方が？こっちの動きに気づいてるの？さて35層目も完成。ラバは逃げないはずなので慌てることもない。のんびりとモブを見ながら一息入れられます。でも、なんでラバは突然逃げなくなったのかしら。
建築中に拠点から離れる時間や距離が怪しそうですが、意外と複雑な条件が絡んでいそうな気がします。というのは本音で、建前上は私に懐いたからに決まっています。さて拠点に戻ってきて、ラバたちが逃げてなかったことを確認したところで今回はここまでです。エンダーマン対策のため、やはり次は固形石などを積むことに決めました。つまりジャングルやメガタイガを探すのね。それはロマンを追い求めるようなものです。現実的に行きます。というわけで、次回は湿地で鶴をかき集めます。ちなみに湿地は後日スライム狩りが待っているので、鶴集めのついでに生えている多くの木をごっそり除去して脇エリアを確保したいと思ってます。で、確保した原木は木炭に、つまり燃料や松明に当てる予定です。石炭もったいないものね。あとネックになりそうなものとして、固形石レンガの材料の石の用意がありますが、多少精錬で時間をロスするのは覚悟してます。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。